皆さんこんにちは。なともチャンネルです。ナタンが恥ずかしい、カメラに出るのが恥ずかしいっていうので、これからたまに出ます。たまにでもない。なんかわかんない。なんか今こっちにいるんだけど、なんかその辺うろちょろしてるんだけど、なんか勝手にアシスタントみたいになってる。って感じです。だから今度わかんない。なんかカメラ出るのが恥ずかしいとか言ってるから、いつかわかんないです。はい。で、今回なんですけど、この前、フランス語から来てる言葉っていうのを紹介したんですけど、今回は、それのスイーツ編、スイーツ編を紹介したいと思います。じゃあ始め。なともチャンネル。Bonjour. はい、今日紹介したいのは、スイーツ。スイーツはフランス語から来てる単語がいっぱいあって、そうだよね。あって、で、例えば、じゃあ一つ目紹介します。一つ目は、ガトーショコラ。ガトーショコラ。フランス語の発音はGâteau au chocolat. そう。聞いてみて分かった人もいるかもしれないんですけど、ガトーオウショコラ、カタカナだとオって棒線になってると思うんですけど、本当っていうかフランス語ではガトーオウショコラ、あうが入ります。これは単語的にフランスの単語ではガトーオウショコラって言ってて、でそのまま訳すと、チョコレートが入っているケーキっていうことになります。これも意外と考えたことなかった人もいると思うんですけど、ガトーショコラ。これもなんか知ってたら友達にガトーオウなんだよみたいな話できるかもね。はい、次。モンブラン。で、フランス語は Mont Blanc. モンブロンなの。フランス語は A-N-A-N はオンって言うから、日本語だったらモンブランって言うけど、フランス語はモンブロンになります。で、モンブロンでしょ。で、これは、そのままフランス語から訳すと、モンブロン、白い山、笑ってる。白い山みたいに訳します。でもこれは別に白い山って意味じゃなくて、モンブロンっていう山がフランスにもあるので、なんかそれをイメージしたスイーツだったみたいです、最初は。で、次、クロワッソン。Croissant. Croissant. そう。フランス語は R がなんかっていう発音になるから、これもクロワッソンになります。で、あとは AN、さっき話した AN はオンになるから、クロワッサンって言ってるけど、本当？フランス語ではクロワッソンになる。フランス人にパンの話をしたらめちゃめちゃ厳しい
ですけど、例えば菓子パンとか、だからメロンパンとか、あとは何パンがあるかな、ジャムパン、メロンパン、ジャムパンとか、チョコパン、ショコラ、なんかそういう系の甘いのはパンじゃないって考えですというか、考えじゃなくて、本当に怒られるマジブチギレられる。フランス人になんか好きなパンはあるって質問したら、あってなります。っていうのも、フランス人にとってパンはバゲット、この細長いバゲットをパンで、他のはパティスリーだからスイーツパンとして扱ってる。なんかカテゴリー的にもうパン、パティセリだから、スイーツとバゲットとしてこう分けられてるので、スイーツだから、しかもだからあんまりパンの話をしない方がいい。だけじゃないの？丸いやつ。いや、だから甘くないでしょ？塩パン？だからもう本当にバゲットじゃん。丸いやつであるらしい。だから、マジでパンの話しない方がいいよ。で、そう。それで終わりか。で、なんか話そうとした。菓子パンはパンじゃないんだよね、だから。だから、OK。じゃあ、次。エクレア。フランス語はエクレア。エクレア。これは、フランス語で、稲妻っていう意味らしくて、形が稲妻みたいかな、なんかわかんないって言ってるけど、稲妻みたいだからエクレア、稲妻だから、意外となんか可愛い。エクレアって音可愛いけど、実際意味聞いてみるとなんか中二病みたいななんか感じ。なんかかっこいい名前だね。この形じゃないか。でも、こうだけど、フランスにとっては稲妻なんだって。次。マカロン。マカロン。これも、R が入ってるから、本になるらしいっす。で、今だとなんかめっちゃ高いカラフルなマカロンをなんかマカロンって想像する人もいるかもしれないけど、オリジナルのマカロンはなんかこんな感じ？なんかめちゃめちゃ質素で、なんかこれマカロンっていう感じのものです。で、本当はアーモンドでできたお菓子で、なんか全然想像つかないんですけど、マカロニが語源、マカロンみたいな、だそうです。次、クレームブリュレ。クレームブリュレ。もうこれも発音聞いてるだけでってなりそうだけど、クレームブリュレ。合ってる？単語をそのまま訳すと、焦げたクリームになります。で、これはアメリでめちゃめちゃ有名なシーンがありますよね。なんかマカロンじゃないクリームブリュレがバレるシーン。あれも実際に撮影されたお店がパリにあるので、よかったら行ってみてください。クリームブリュレ、で、名前はカフェデ・ドゥ・ムーラン。
カフェデルムーランです。発音は Café des Deux Moulins. カフェデルムーランだそうです。じゃあ次、クレープ。 Crêpe. クレープ。これも R だから、ってなるそうです。そう。クレープもフランス人にとって全然イメージが違くて、フランス人はご飯で食べる感じで、例えばなんかお昼クレープ屋行こうよみたいな、もう普通にご飯しに行く感じで、お昼クレープ食べようよみたいな。で、例えばトッピングに、卵とかチーズ、とあとはなんだ、ハムとかを入れて、本当にご飯として食べる習慣がある。で、例えば、塩クレープ、なんかそういうご飯で食べるのを塩クレープっていう。Crêpe salée. タレ。サイズにはスイーツまあスイーツじゃないっていうこと。で、クレープって言って一般的に日本人が想像するクレープ、甘いクリームとかいっぱい入ったクリームは、砂糖クレープ。Crêpe sucrée. クレープスクレっていう。だからカテゴリーが2つある感じで、例えば昼ご飯とかにクレープ屋さんに行ったとすると、その塩クレープ、砂糖クレープが一つ一つ選べていくらみたいな、1000円とかそういう感じで選べるって感じです。だから日本人みたいに甘いクレープだけとかではなくて、ちゃんとご飯として根付いてるクレープってこと。ああ、そうね。グテってなんていうの？お昼タイム。なんかフランス人って4時、5時ぐらいにお茶会みたいなのが始まって、家族で家族じゃなくてもいいけど、ティータイムが始まります。フランスって日が沈むのが遅いから、晩ご飯が9時とか10時、違う ?8 時 ?7 時とか8時になるから、でもそしたら、8時、9時だったよ、前。7時の前じゃない。だから7時からっていうことだ、本なんで、そう、グテは4時半。だから、昼ご飯と晩ご飯の間にお腹すくからお茶飲もうぜみたいな、お菓子の食べてお茶飲もうぜっていうお茶会が始まるのがグテっていうのがあります。ナタンがもう毎日欠かさずうるさいくらいに毎日お茶会を始めてる。砂糖クレープ。クレープの話。もうこんな時間？で、最後はパティシエ。Pâtissier. パティシエ。なるね。これはこの時間。これは日本語でも同じだけど、お菓子を作る人とか、あとはもう一つフランス語では意味があって、お菓子を売るお店、をパティセリって言ったりします。で、大体パティセリはパン屋さん、ブーロンジェリーのパン屋さんの中に入ってる、一緒に売ってる。そうだからブーロンジェリー、パティセリっていう、大体だからパティセリだけでやってるお店は少ない。そう少ない。でもスイーツ店って言ってもアイスクリームとかは売ってなくて、それはなんだっけ、グラシエっていうアイスクリーム専門店みたいなところに行けば
買える。うん。パティシエグラシエっていうのも好きです。ああ、そういうことじゃあ、ブロンジェリー、パティシエ、グラシエはあるじゃあみんな、じゃあ、いいね。全部一緒だ。そう、だから、パン屋さん、スイーツ屋さん、アイス屋さんが3つ、全部一緒に入ってるところもあるし、パン屋さん、スイーツのお店だけが、スイーツを売ってるお店があるっていうのもあります。うん。こんな感じか。はい、ってことで、今回はちょっと後ろにちょっとフランス人がいるんですけど、まあそこで、そうね、いろいろフランス語のスイーツ、日本語の中にあるフランス語の言葉、スイーツ編ってことで、たくさんじゃないな、少し紹介しました。もしよろしければ、また他の動画も見ていただけると嬉しいです。嬉しい。じゃあまた。